今回の訪問記は富山県の立山からです。青の薄いコートを羽織っています。季節は初夏。気持ちいい季節ですね。立山駅は人がまずまずいました。地図上ではこの場所です。こうして見ると日本海にかなり近いですね。切符売り場には列になっていましたが、事前にウェブ予約していたので、この列を飛び越えます。これから初めて行く方は、事前にネットで買った方が絶対にいいですよ。待ち時間がほとんどありません。スマホの予約バーコードを見せて発券してもらいます。事前生産していたのですぐですね。切符は1枚で往復のすべての乗り物に1回乗れます。列に並びます。この前の女性は、まさか後ろに女装男がいるとは夢にも思わないでしょう。まず、最初の乗り物は階段状の乗り物。ケーブルカーです。標高475から977メートルまで上がります。前売り券だとスムーズですね。この角度をケーブルカーは登っていきます。中は満員状態でした。ミニスカートの女性を見ると、ほっとします。階段状の乗り物は初めてですね。車窓の風景は至近距離の山でした。満員状態で自撮りどころではありません。美女平に着きます。次は高原バスに乗って一気に雪の世界へ。サングラスは移動中は必需品です。ケーブルカーの次の乗り物は普通にバスでした。特殊なバスではありません。50分かけて約1500メートル登ります。一般の車は通行できません。バスに乗り込みますが、こちらを見る人は皆無でした。席は一番後ろの左端を確保です。バスからの車窓からは残雪が見えます。日本一の落差を誇る称名滝です。水煙を上げながら一気に流れ落ちるその落差は350メートルにもなります。立山連峰の雪解け水が多く流れ込む春には、称名滝の右側に半の木滝が現れて、2つの滝が流れ落ちます。確かにすごい長さです。雪の壁がだんだんと高くなっていきます。天気は絶好の快晴。サングラスがないと目が痛い状況でした。立山連峰が正面に見えてきました。これより雪の谷に入ります。雪の谷、斜面の壁のあたりが一番高く、現在約16メートルの高さとなっております。雪の壁はさらに高くなっていき、有名な光景の雪の大谷に到着です。バスの中から撮影してるのですが、奥の室堂という場所で降り、この雪の壁の付近を散策することができます。ウォーキングは6月中旬くらいまでだそうです。期間限定で時間も決まってて、天候が悪い時などは中止になる時もあるようです。
バスが終点に着きました。バスから降ります。散策スタートですね。自撮りはおきかめするところがなく、自撮り棒での撮影となりました。サングラスを取って撮影です。真っ白の背景は長い訪問期の中でも今回が初めてとなりました。これは素晴らしい光景です。白と青い空が見事にマッチしていますね。自撮り棒で必死の撮影ですが、なかなか難しいですね。この写真は棒が写ってしまいました。そして壁が高いので角度が難しいです。これはまずまずいい感じです。壁の上の青空が写っているのがこだわりなんです。壁を見ると落書きが、言語が国際色豊かですね。後ろをバスが通過しています。今回は以前に一度履いたことのある真っ赤なチェックのスカートでこの場所に行くことを事前に決めました。真っ白にはこのスカートが一番って直感で思ったからです。一生懸命壁の景色を入れつつ、青空をなんとか入れて可愛く撮ろうと孤軍奮闘です。雪の層もチェックされているのですね。可愛く撮れたかな？天気が良くて何よりでした。ここでこの付近のおさらいです。高原バスターミナルまで行き、雪の大谷を散策しました。そしてその後は図の撮影箇所雪原状態で有名な三栗が池と立山連峰をバックに撮影しまくります。これがバスターミナルですね。この建物の屋上から三栗が池の方に歩いていきます。最初どう行くのかわかりませんでした。この奥に有名な三栗が池が、雪の大谷目当てじゃなく三栗ヶ池周辺の散策重視ならば8月初旬から中旬でしょうね。晴れ曇りの確率も 80% 近くでかなり高いです。三栗が池ですが、こんな感じの池です。この写真は事前にネットで見た写真。綺麗ですね。しかしこの季節は凍っていました。これはこれで趣があっていいですね。なかなか見れませんもの。立山をバックに撮影です。この場所はとにかく星がめちゃ綺麗に見えるそうです。素晴らしい景色でした。さて行く時期なんですが、やっぱり雪の大谷は見応えがあるのでおすすめということで、4月の開通直後から連休前まで、そして連休後の5月中旬から6月中旬が狙い目です。次におすすめじゃない時期は6月中旬以降から7月いっぱいで梅雨が遅いのか、曇り雨の確率が高く、遠くからわざわざ来るとした時に、やはり曇り雨は写真も絵にならないし、撮りづらいし、せっかく行くのにいいとはまず言えないです。周りを見渡すと、立山連峰の山々が連なっている山々は登山コースがあるそうです。写真の一番右に見える山が雄山ですね。3000メートル級です。3000メートル級といっても、なんかそんなに高くない感じがしますよね。けれども、この連峰を富山市内の平地から見ると、初めて見たとき、あまりの雄大さに感動したのを今でも思い出します。宿泊施設が点在するのですが、天候が悪い時は行くのに大変そう。でも、それを上回る良さがありそうです。建物は温泉旅館ですね。
雪が黄色になっているところは温泉源である硫黄の影響です。みくりが池を覗くといい色で凍っています。夏はまた別の雰囲気を醸し出すのでしょうね。ドローンを池の水面近くまで下ろしました。エメラルドグリーンの綺麗な色のまま凍りついています。これは生物はあまりいないような感じがしますが、どうでしょうか。あたりは本当に静寂で、この日は無風でもあり、何とも言えない落ち着いた雰囲気です。直接この下まで降りようとしても雪が閉まっていないので、腰まで沈み危ないです。相棒のドローンくん、ここでは大活躍ですね。足元が悪い中、必死の撮影でした。みくりが池をバックに、みくりが池と立て、山をバックに撮影したこの写真の記憶は、私の心の中で忘れることはないでしょう。十分堪能し、アルペンルートのさらに奥に向かいます。と、その時見たことのない鳥が目の前に、何とも言えない模様の鳥でした。ライチョウです。見るのは珍しいのですね。実は、最初見た時、ライチョウかなって思ったのですが、この時にはいて、模様が全く違うので、どっちだって見ていたのでした。その2羽の写真です。こうしてお顔を見ると上品な感じですね。仕草が可愛かったです。雪の壁を上がるとき、踏ん張って、よいしょっと、追いかけるもう1羽は、明らかに模様が違いました。季節で変身するということです。同じ鳥なんですね。見れたのは幸運なのですね。後から嬉しくなりました。景色を堪能、鳥も見れたし満足です。それにしても、建物の屋上から行くとは思いませんでした。下に降ります。この建物はホテルの一部でもあります。立山ホテルです。実はここに泊まりたかったのですが、満室でした。ここ室堂から次の場所大観望には山の中を貫いたトロリーバスでの移動です。個人1番レーンは常に空いていました。トロリーバスは天井の電線から給電するバスです。乗り込みます。中は外国人の団体客でした。外国人の方はまずチラ見とか見ないですね。いつも思うのですが、これは不思議です。このバスは下りです。室堂がアルペンルートの最高地点なので下りに入るのですね。足元を見ると女子の格好なんだって改めて思います。次の目的地、大観望に着きました。結構、この日は混雑が想定されたのですが、時間をずらしたのでかなりスムーズです。次は黒部平へロープウェイです。支柱が間に1本もないタイプは珍しいそうですね。乗り物はそれぞれキャパがあるのですが、ここが一番乗れる人が少なく、混雑や待ち時間が長い場所だそうです。連休中は待ち時間がやたら長く人だらけになるので避けた方がいいでしょう。少し待ってロープウェイに乗り込みました。湖が見えます。湖は人造湖の黒部湖でした。このロープウェイは7分間で黒部平に着きますが、昔このロープウェイがない時は数時間かけて黒部平に徒歩で行っていたそうです。私は連休後の5月中旬、有給1日取って金曜日から日曜日の3日間で行きました。ロープウェイの行き先は黒部平です。着きました。次の乗り物は一番最初に乗った階段状のケーブルカーです。黒部平から黒部湖に向かいますが、このルートは下っていきます。地底へ向けてまっしぐらって感じですね。乗車時間は5分間800メートルです。この乗り物も超満員でした。
立山からのケーブルカーと違う点は外に出ない。すべてトンネルでした。トンネルなので地底に行ってるようです。この乗り物もすぐに着きました。黒部ダムに到着です。降りて長い地下道のような場所を歩きました。光が見えてきました。ここを出ると黒部ダムの堤体ですね。堤体がまっすぐではありません。アーチ式です。水が溜まっている川の上流。そしてこれが反対側の下流です。見事なアーチ形状でした。歩いていると右側にレストハウス、上方には展望台でしょうか。左に絶好の撮影場所らしきところがありました。この場所ですが、残念ながら通行止めで行けませんでした。残念です。この訪問記はコロナ前に行った時のものですが、外国人の観光客がたくさんおられましたね。いろいろな言語が飛び交ってたのを今でも思い出します。レストハウスの方に向かいます。この立ち入り禁止看板から下には行けませんでした。黒部ダムと書かれた石碑がありました。ここは建設中に数多くの方が亡くなったそうです。お土産屋さんをちょっと覗き、うろうろした後、外に出ます。赤のミニスカートを履こうが人前を気にせず突き進みます。レストハウスに入りましたが、レストランは終了していました。ここはあの有名なダムカレーが食べれます。ルーにほうれん草を入れてますね。ちょっとしたお茶タイムはできそうです。ここはハサイダー一択です。北アルプスの地下に位置するその破砕帯から湧き出す摂氏4度の冷たい天然水から作ったサイダーです。レジで待ってる時にお土産の商品をちらっと見たのですが、独特ですね。柿の種黒部ダムカレーやホタルイカの文字が目に入ります。少し一服、ハサイダーを飲みます。普通のサイダーでした。それにしても、飲み屋のお姉さんみたいな感じで写っていますね。飲み終わって自撮りです。バッグに黒べこが写っています。結構歩いたからでしょうか。ここでコーヒーとかの選択肢はなかったですね。冷たい炭酸が飲みたくて仕方なかったです。この飲み物の水は最高の水を使ってるんだなって思いました。上の階に黒4記念室と書いてあるので行ってみました。上のフロアには人がいませんでした。時間帯が遅かったからでしょうか。奥に黒部ダムのビデオコーナーがありましたが、時間の関係でスルーです。と、その時、他のお客さんが背後から、場違いな真っ赤なミニスカにびっくりされたでしょうか。窓から見える景色は雄大でした。下に降りて戻る方向に、前方で何やら人だかりが、なんとかなり離れた上の地点にカメラが置いてあって、遠隔操作でズームをしたりして、記念の写真が撮れるようです。有料でした。かなり豪快な写真が撮れるようですね。ここも時間がないので残念ながらスルーでした。来る機会がある方はぜひ撮ってみてくださいね。見ての通り、靴は雪道が歩けるように高い靴がいいです。雪の大谷、室堂では歩きやすかったですよ。周りの方は写真を撮りまくっていました。私も雪山をバックに撮ります。アップでも撮りました。もう来ることはないかもしれません。
なんか名残惜しい心境でした。そういえば、放水もこの季節はないんですよね。遅い時間なので、人がほとんどいませんでした。今回、日程を綿密に立てたのですが、ルートの途中で止まったらかなり空いている時間を選べて余裕が持てることが分かったので、止まることにしたのでした。黒部湖から三田ヶ原まで戻ります。そして、私が思うに、2021年が最も人がいなくて、絶景をバックに写真が撮りやすく最高のタイミングなのではないかと思っています。人気のある室堂の立山ホテルの予約状況を見ても意外と空いていて、晴れの日を狙っていけば最高の旅になるでしょう。長野方面に行くときは黒部ダムから扇沢まで電気バスで16分で通り抜けできます。車を改装する業者もいるのでマイカーの場合は長野観光も含めて旅ルートの一つですね。逆に長野から富山への通り抜けもありですね。スーツケースなどを持ってロープウェイやケーブルカーはおすすめできないので荷物は宅配サービスを使うのが賢明です。これも充実しているのでいいのではないでしょうか。服装は天気の変動が激しいので軽い雨がっぱを持っていくのがいいでしょう。サングラスは必需品です。日差しが強いので肌を露出しない洋服がいいです。それにしてもミニスカ姿はほとんどいませんでしたね。私の姿はかなりレアでしょう。何度見てもすごい乗り物です。これをバックに写真を撮りたいな。そういえば今回の旅では暴露をしていませんね。係の女性に暴露です。すみません。写真をお撮りしましょうか？はい。すぐに男ってわかりましたか？係の女性。女性は笑顔でこう答えました。わからなかったです。今わかりました。最近はわかってたよって言われても当たり前の気持ちを持ってるのですが、やっぱり嬉しいですね。写真をお撮りしますね。ここを押すのですか？はい。こうして撮ってもらった写真です。いいアングルですね。帰りはガラガラでした。足も男モードみたいに開かないように気をつけます。ケーブルカーの次はロープウェイ。下りの時と違って上りです。すごい急斜面ですね。そしてトロリーバスに乗って室堂で高原バスに乗り込みました。ここで珍しい乗り物だったトロリーバスです。トロリーバスは見ての通り狭い道を結構なスピードでした。この辺りは立山連峰の主峰、小山の真下にあたります。ちょうどこの700メートル頭上に標高3003メートルの小山が天をついてそびえています。この真上に3000メートル級の立山の頂上付近があると思ったら何とも言えないですね。室堂での立山連峰を思い出します。こんな女装者ではなく、本当の女性が、この景色をバックに撮った写真を見てみたい。そう思った方はたくさんおられるのではないでしょうか。私が一番見たいのかも。インスタ映えは最上級ですよ。すれ違いも慣れたものです。今回途中で泊まる場所は三田ヶ原です。行
かにも立山に来たって感じですよね。ルート上にホテルがいろいろあるので泊まるのは絶対おすすめですよ。なんといっても一気に行くより楽です。女子の格好でのチェックインももう慣れたものでした。恥ずかしさは皆無です。中に入ってフロントで手続きです。ここはあえて暴露はやめます。それは後で男モードで感想を聞くためです。部屋に入って別の洋服に着替えて散策することにしました。窓からの景色は高原の反対側だったので残念でしたが、これが三田ヶ原高原です。冬は雪で散策できません。狭い範囲しか行動できませんでした。木のてっぺんだけが雪にうずもれて、辺りは静寂感がすごくありました。日が沈んでいきます。宿のレストランから見える風景は大自然の中にいるんだって実感しました。生ビールを一杯。おっさんですね。お刺身は日本海で採れたもの。お鍋には当たり前のようにホタルイカが入っていました。この食べ物は忘れました。最後のお肉がめちゃ美味しかったです。日本酒は結構知ってますよ。立山に銀盤。有名ですね。今回は飲みませんでしたが、夕ご飯を男モードで食べた後、フロントの前を通った時にチェックインした時の女性がいられたので、暴露したのでした。女性でチェックインしましたが、びっくりしました。びっくりしました。ねえ産経の方なんだって思いました。どうしようって、こちらから笑いながら暴露すると、食いつくように、笑顔でどんどん喋ってくれます。この女性には、すぐにバレてました。けど、やっぱり暴露したら、仲良くなれるのは間違いないです。ぐっすり眠って、朝を迎え、朝食を食べました。やはり、ありました。ホタルイカです。チェックアウトして室堂に戻り、昨日撮れなかった写真を撮った後、高原バス、ケーブルカーを乗り継いで立山駅に戻ってきました。昨日撮れなかった写真って何？と言われそうですが、それは真っ赤なワンピースを着て雪をバックにした写真です。この服に真っ白な雪を背景に撮りたかったんです。おそらくこんな服装で撮る人は前代未聞かもしれませんね。意外にいい感じって思った方はいいねボタンを押してくださいね。立山黒部アルペンルート編。どうだったでしょうか？いろいろな場所に旅行に行きましたが、現段階では私が選ぶ旅先1位です。仕事の関係で限られた日程の中、旅に出かけますが、この日は日曜日で、この後、新幹線と飛行機で帰ったのも、今となってはいい思い出です。この訪問期は5月の中旬です。この時期に真っ白な世界。この思い出も二度と忘れることはないでしょう。行ったことのない方はぜひ、記憶に残る最高の写真を撮ってくださいね。行ったことのある方は違う季節に行くのが別のダイナミックな景色が見れていいのかもしれません。それにしても女性に変身しての一人旅楽しすぎます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただいたら嬉しいです。